疲れ様。そしてこんにちは。本日スフォリアテッラ挑戦していこうと思います。まずこちらになりますね。特徴は書いてある通りなんですけれども、この独特のフォルム、なかなかにねゾワゾワっとしちゃう感じなんですけど、これね私箱根に行った時にたまたま見つけまして、ちょっと写真撮ってみましたね。で、中身がねどうなってるかと言いますと、これになりますねアメリカのね昔流行ったおもちゃね、階段勝手に降りていくやつですね。で、作り方がね、お家でできるかいっていうねどうやってお家でやるんやいっていう作り方でしたので、ちょっと今日はねお家でやるバージョン、ちょっと楽しげなやつということで、まず材料を、ラードがねあればラードでいいかなと思うんですけど、うちなかったのでまず有塩バターで、そしてね生地の作り方は今日はもう全然違うやつで、ちょっとなんとかできひんかなということで今日やってみております。まずですね、こうやって材料を混ぜ合わせるだけで1種類、こねるっていうかね混ぜるだけでいいみたいなんですけど、これで1種類目作りまして、で今日はね2種類目バター玉を作りますね。生地を2種類作って、で最終的にそれをねガッチャンコさせながらパイ生地みたいにしていくっていうやり方で、ちょっと今日はね初めてなんですけどやってみようかなと思いますね。いいですね。じゃあこれをちょっとラップがね端っこペタってなるのが一番嫌なんですけど、でもあれをちょっと無理にね剥がそうとして違う上の方がまたペタッとなる二次被害発生する時もありますからね。ちょっとままにしておきましょうか。で、今日はフィリングですね。本当のねスフォリアテッラはイタリアのお菓子ということもあってリコッタチーズとかを入れたりするみたいなんですけど、今日はねラムレーズンクリーム、アーモンドパウダー入れていこうと思うんですけど、高級品だよね。アーモンドパウダーってね高いから大事に取ってたら賞味期限来ましたね高いから使わなくて賞味期限来るっていうね、本末転倒ラムレーズンクリームできました。で、卵はね最後使うんで取っておきます。5等分しまして、ちょっとねサイズうまくいかんかったから測り直しましたけど、5等分しますね。バター玉も5等分します。で今日はねこれをおまんじゅうみたいにバター玉をさっきの生地で包んでいくっていうのをまずやっていきますね。こっちの生地でバター玉を包んでいくと。ではやっていきます。さっきのねラップがくっついちゃって嫌っていう話もそうですけど、ちょっと関係ない話ごめんなさい、していいかな。お風呂にちょっと用事があってさ、片足だけ入れてちょっと用事済ませて出たけど、結局靴下濡れてた時とかすごい嫌じゃない脱げばよかったって思ったりとかね。あともう一つ嫌なのが、パジャマのズボンの平たいゴムが中でねじれてる時なんかゴムの入り口がついてないパターンのやつなのになんかねじれた時、あれ本当に嫌だね。嫌なやつ三大巨頭やね私それごめんね、関係ない話してもここまで来たね。で
巻いていきますね。ちょっと見えましたかね、中の方にやっぱりバター玉だった部分がちょっと固まってたりするんですけど、こんな感じで今度はねこれを逆方向に巻いていくんで、固まってても大丈夫かなっていうところなんですが、ここにねやっぱりバター玉がいるんですよ。だからちょっと硬くてですね、丁寧に伸ばしていきますね。でまた巻いていくという感じです。本来のねスフォリアテッラの作り方見てたら綺麗にはできてると思うんですけど、もっともっと薄くね伸ばした方がいいんだろうなとは思いつつ、結構難しいよね薄く伸ばすのってね。丁寧にちょっとやっていきますね。で2等分して、なのでね今日は合計10個作る予定ですね。で最後丸く伸ばしていきます。層になってるとね嬉しいんですけど、どうでしょうか。ちょっと見えづらいですけど、中の方はねなってるけど、外側がちょっとバターが行き渡ってない感ありますが、とりあえず乾かないようにラップしておきまして、包んでいきましょうか。違うね間違ってるね、なんか完全に餃子やったもんね。この時点でもっと大きな円錐にしないとダメなのかな。手のひらサイズやったもんね、最初の写真ね。いや分かってんねんけど、2個目も餃子もう手が勝手に餃子にしちゃうそうだよね、今のところもっと大きなサイズにしなきゃと思って10個やったんだけど、10個全部餃子になりましたではちょっと失敗しちゃったな。最後卵塗りましてですね、焼いていきましょうか。いやなんでだろうな。とりあえず今日はねチャレンジですから、40分ほど焼いてみました。さてさて、いかがですか？私のホンビノス貝スフォリアテッラいかがですか？ほらこんな感じで、ただねちょっとそんな音するめちゃくちゃ硬いねんけどちょっとこっちはどうですか？ちょっとパイみたいなね感じに、ここねアメリカのおもちゃみたいにはなってないんだけど、そしてねもう誰かノックしてるもんね、誰か来てるもんね。もう中はあら、中もう少しパイみたいになってると思ったけどなあ。端っこの方はねパイみたいになってます。ちょっとここいただいてみようか。いただきます。なるほどね。私がね食べたスフォリアテッラとは全然違うな今日はなんかいろいろやってみて楽しかったんやけど、結果全然違うね。ただめちゃくちゃ美味しいは美味しい焼き菓子っていう感じですね。しっとり系のパイ生地っていう感じです。ただね
スフォリアテッラではなかったですね。なんだろうな、もっとパリパリっとしていて軽い感じもするんだけど、これは結構ね、しっとりとしてて、味はやっぱりバターが強いっていう感じですかね。ものすごく美味しい焼き菓子が、今日はできましたものすごく硬い、美味しい焼き菓子ができましたということで、スフォリアテッラとはいきませんでしたが、本日いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。